この質問に対してどんな答えが来ればいいのかみたいなことを話をしていこうかなと思ってます。本当に内製化する気があるかみたいなところはちゃんと考えてほしいなと思ってて、有名パートナーだけからいいなって思うのはもうやめましょうと。やめましょう。絶対この選定もミスっちゃいますよ。こんにちは。システム組み立てチャンネルの大滝と新森です。前編ではネームバリューに騙された有名パートナーが音信不通っていうことで、本当にあったセールスソース導入時刻を柳生さんと一緒に4つご紹介をさせていただきましたが、今どんなお気持ちですか？いやまず聞いてて辛くなったんでさっきちょっと甘いもの食べました疲れちゃったねですね。いや普通に心配になりました。知り合いから確かに前こういう話聞いたことあるなっていうのはあるんですけど、なんか改めて今どうなってんのとか最近大丈夫とか聞かなきゃなって思いましたね。前編では本当にあった話とか怖い話だったので嫌な気持ちになったと思うんですよね。心配になるとか、なんか手に汗握るじゃないけど、そこの動画で止まったらもったいないので、今日のこの動画では大きく分けて2つお話をしていきたいと思います。古参パートナーの特徴、新参パートナーの特徴っていうことで、パートナーの文化とかによってその提案する内容が変わってくるので、その特徴をしっかり押さえていただきたいなっていうふうに思ってます。2つ目の内容がそのパートナーごとに導入する側のユーザーですね。ユーザー側がこういうことを求めているんだったらこういうことを聞いた方がいいよっていうのをまとめているので、そのパターンでお話をしていきたいと思います。具体的に言うと、1パターン目が安く早く導入をしたい。2パターン目は導入や開発を専門家に任せ、保守、運用は自社で実施したい。内製化したいですよね。で、3つ目は前者の情報基盤、業務改善実施のためのシステムの導入をしたい。この3つのパターンそれぞれで質問を用意をしてますので、この質問に対してどんな答えが来ればいいのかみたいなことをわちゃわちゃ話をしていこうかなと思ってます。で、この動画の中では全てのことは抑えきれないので、ぜひ概要欄にホワイトペーパー、ebook ですね、貼っておきますので、無料でダウンロードできますので、パートナーの方もダウンロードしてもいいので。いや、一つ言っておくと、このパートナーが悪いとか、このパートナーがいいとかじゃなくて、お客様ごとにですけど、合う、合わないとか、選び方の基準があるわけなんで、それを教えてくれるって言ってます。はい。正解。大滝さんは悪い人じゃないから。じゃあ早速、まずはパートナーの選び方の一つ目ということで、どういう風なパートナーの基準で選んだらいいのかっていうのを、新堀さん教えてください。はい。今回、古参、新参型みたいな形で分けてますけど、前提として特徴であって、歴史がある企業だからこうっていうわけではないので、あくまで参考として捉えていただきたいなっていうふうに思ってるんですけど、昔からセールスフォースをこうされてるようなパートナーさんの特徴としては、やっぱりコーディング中心っていうのは結構あるかなと思います。セールスフォースが始まった時に、ノーコード、ローコードで行こうみたいなのって、もちろん新鮮な考え方ではあったものの、やっぱり開発をしてっていうところはあったので、やっぱそういったところをこう引き継がれてる企業さんが多いので、開発中心であったりとか、下も似てますね。プラットフォームライセンスを提案しがちっていうところで、今だからこそ、セールスクラウド、サービスクラウド、なんちゃらクラウド、なんちゃらクラウドっていっぱいありますけど、昔はライセンスの種類もすごく少なかったので、かつその安いライセンスでどこまでできるかみたいなところを結構やってる企業さん多かったので、安いライセンスでこう頑張ってやっていくっていうところが多いかなと思います。で、右側ですね。これデメリットみたいなところになりますけど、やっぱりコーディング中心になってくるので、ハードコーディングが前提にやってくるので、後からこう自分たちで何かしたいっていう時にできなかったりとか、あとは保守性とか拡張性が後回しっていうところになってるので、無理やり作ったりとかしてるので、保守性がなかったりとか、後から開発するとプラスうん百万かかりますよみたいな世界観になる案件っていうのがすごく多いかなっていうふうに思います。ちょっと思い出しました。これ前編で話をすべきだったんですけど、ここも P 案件ですけど、これお客さんとしてね、そうエンドユーザーが提案者、紹介者なんかそのホットラインみたいながやってたのがリードってオブジェクトあるじゃないですか、あれを使えなかったんですね、セールスクラウドを使ってるけどハードコーディングしまくってて使えない状況でした。ただ MA を入れたいですって言ったタイミングでリードがいるからリードを使えるようにしたいですっていうリクエストを投げたらしいんですって、そしたらリードの機能を使うにはいろんなところを回収しなくちゃいけないから1000万かかりますっていうところもあったので、古参パートナーが悪いわけではなく、導入したタイミングで
さんがリードは使いませんっていう意思決定をしたものの、時代が変わっていってリード使いたいってなったタイミングでハードコーティングが足かせになってることもある。そうですね。ハードコーティングすることによってプラットフォームライセンスは安くなったものの、将来のことを見据えてなかったがゆえに、余計に初期費用がかかってしまったっていうのもあったのは P 案件で。これは難しい問題ですね。本当にだから時代変わるんで、どこにどういったものが必要になるのかって正直わかんないんですよね。でも多分そこも多少可能性として考えておくっていうのが多分このパートナー選びとかライセンスの種類選びの時には必要かもしれないですね。喋りすぎちゃいました。はい。新参のパートナーの特徴。新しいから悪いってわけでもないんですよね。そうですね。はい。まあ新参のパートナーさんは開発をあんまりしない。まあセールスフォースの今のまさに思想ですよね。まあ世の中の思想でもありますけど、ノーコード、ローコードで誰でもメンテナンスできるようにっていうところがやっぱり最近のトレンドなので、まあそこをしっかりとこう準拠して考えられているっていうところが新しいパートナーさんに結構多いですね。あとはまあそこと関連してきますけど、あんまり開発をしないっていうところで、例えば開発がどうしても必要になったらアップエクスチェンジって呼ばれる追加でお金がかかるものをもうアプリインストールしちゃって作っちゃいましょうっていうところで、なるべくこうノーコードローコードでやりたがるっていうところは新参のパートナーさんの特徴かなっていうふうに思ってます。まあ一方でデメリットみたいなところでいくと、技術をやっぱり持っていない、昔のこととか歴史を知らないので、いやそれって別にそのアップエクスチェンジ入れなくてもちょっと開発すればできるんじゃないのっていうところにも対してもガンと入れたがるので、まあそういったところは結構デメリットとしてあるかなっていうふうに思ってます。ここ難しいなと思うのが、そのどっちがいいどっちが悪いの世界観じゃなくて、特徴を知ってほしいみたいなのがあって、例えば新参パートナーのいいところってノーコードローコードなので、パパってすぐ明日から使いたいですっていうのもリクエストが叶いやすい。一方でそれが本当に合ってるかどうかみたいなところで言うと、ビジネスロジックをフローで作っちゃうみたいなところは、もしかすると最初はいいかもしれないけど、P 案件ですけど、やばいよな、あれ。もうやばいですよ。フローがめっちゃあるってこと。なんとかの巻みたいな感じで、うおーってなってて。いやー、まあ確かにすごいローコードノーコードって実は複雑になりがちだったりするんですよね。フローがめっちゃ長かったりとか、なんかこの項目がなんか悪さしてるとかってめっちゃあるじゃないですか。なんでまあ今回はこれ古参新参で分けてますけど、多分本当思想によるのかなっていうのはもうめっちゃ思いますね。新しいパートナーさんとかでいくと、パスファインダーとか今セールスフォースがやっぱりエンジニアの教育に力を入れているので、そこ出身の方とかっていうのはもう本当にコーディングが何もできない。標準しかわかんないとかっていうのがあるので、もちろん標準でやることってすごくいいことですけど、仮にちょっと難しい案件が来て、相談した時に、もうセールスフォースはできませんって言っちゃうっていうところも、あんまり良くないところはあるかなと思いますね。セールスフォースでできないですっていうんだったら、まだいい方だなと思ってて、できますって言って全部作っちゃう人もいるじゃないですか。そうですね。無理やりですね。もうカオス。あれは良くないなってすごい思いますね。まあだからそもそもこれって、まあ本当どの動画でも今後もまた言っていくと思うんですけど、何をなぜ解決したいのかとかっていう、そこのなんか大きなビジョンがないと、多分これってなんかやれるやれない、できるできない、合う合わないの話にしかないと思うんで、やっぱその自分たちがセールスフォースとか、まあ CRM、SFA とか ERP でも何でもいいんですけど、何かをこう実現したいんだって強い意志がないと、絶対この選定もミスっちゃいますよね。ツール選定ですら難しいのに、今度はパートナーのやり方問い合わせのやり方もね、わーわー言ってんのに。じゃあ次は思考を変えて、パートナーの選び方をユーザー側に立った時に、どういうふうなことを求めてるから、こういうふうな質問してくださいっていうのをまとめているので、シンボルさんに教えてもらいたいんですけど、まずどんなパターンで用意をしてるんですか？はい、まずは、早く安く導入をしたいっていう企業さんですね。で、二つ目が開発や導入っていうところはもう専門家に全部任せてしまうけども、使い始めたタイミングで保守とか運用っていうところは自分たちでやっていきたいっていう企業さん。三つ目がもう全社で使う本当に ERP みたいな思想で作っていきたい。業務改善とか売り上げを上げるためにも全社システムを導入したいっていう企業さんっていうところで今回3つに分けております。じゃあ一つ一つパターン1のところから教えていただきたいんですけど、パターン1の人は早く安く導入したいっていうのはどういうふうな思いであったりとか、
どういうふうなことを気をつけたらいいんですか？まず思いみたいなところでいくと、言葉の通りだと思いますけど、もうスピード感を持って早くもう使い始めたいと。で、とりあえずもう最小限で使っていって、段階を踏みながら必要な機能を拡張していきたいっていうところですね。なのでもう設計とか設計思想みたいなところは結構どうでもよくて、もう一刻も早く使い始めるっていうところを重要視されている企業さんっていうところが、まずここのパターンのスコープに当たるかなっていうふうに思います。で、パートナー選びっていう観点でいくと、ここでも言っちゃうと多分我々みたいなスタンスの企業ってあんまり合わないと思っていて、業務設計をもうがっちりやってウォーターフォールで作っていくっていうよりかは、もう本当に速さとかアジャイルに得意な企業さんとかっていうところと一緒にこうやっていった方がいいよねっていうところが、パートナー選びの重要するポイントかなっていうふうに思います。野球さんがエンドユーザーで、何かしらの理由で安く導入したいってなった時に、どんな質問をした方がいいと思いますか？パートナーに向けてってことですか？多分この早く安くってそれぞれこう企業とか人によって価値観って変わってくると思うんで、ここをより定量的な表現にすべきだと思うんですよね。じゃあ具体的にどれぐらいの費用がかかるのかに関しても、その費用の内訳だったりとか、もしくは変数の部分だと思ってます。変な話、2人でやる作業を3人でやったら速さが 1.5 倍なのであれば、そっちはそっちの方が速さは担保できるんじゃないかとか、その分費用が 1.5 倍になった時にどれぐらいそれがまた今回のプロジェクトに影響を与えるのかっていうのはめちゃくちゃ重要だと思います。プラスこの早く安くを定量的に表現するために実績を聞くのもありだと思うんですよね。多分早く安くって言われるお客様非常に多いと思いますし、特に御社のような価格帯であればそのニーズすごい多いと思うんですけど、具体的にどれくらいのスケジュール感を見ておけばいいですかとか、そのスケジュール感でのユーザー側の期待値ってこんなもんで合ってますかとか、これ早い安いってめちゃくちゃ魔法の言葉なんですけど、ちょっと炎上の香りもしますよね。なんで終わってねんだよみたいな。早く安く導入できるパートナーを見抜く質問っていうのを5つ教えてもらいたいんですけど、5つあります？はい、あります。一つ一つ、その柳生さんの仮説をもとに。柳生さんの仮説は結構ちゃんと的を得てるっていうふうに思いました。的得てた。すごく得てたと思います。まず一つ目が、デモを見せてもらうシーンってあると思うんですよね、一番最初に。デモって結構裏ではちゃんと作り込まれてて、でもそれをベンダーさんは簡単にこんなことができますよ、セールスフォースって言いがちだと思うので、その見たデモを、じゃあ今回のこのスケジュール感、この費用でどこまでできるのっていうのはしっかりとまず一つ目、聞くべきかなっていうふうに思ってます。あとは、開発をしなければ早くなるとかっていう言葉はありますけど、エンジニアの定義と一緒で、じゃあ開発って何？みたいな、どこまでが開発なのかっていうのは、企業さんとかベンダーさんによって違う言葉になってくると思うので、カスタマイズの範囲ってどこまで御社はカスタマイズと思ってますかみたいなことは聞いた方が良いかなっていうふうに思います。あとは安いっていうところに今回目的があると思うので、そのランニング費用以外、あとは開発するコスト以外にも何かかかるものはありますかっていうところは確認した方がいいかなっていうふうに思います。あとは速さですね。速さを求めるには自分たちで作るよりアプリインストールした方が早いので、そういったアップエクスチェンジとかを提案してくる可能性があるので、その場合にはその機能がたくさん増えませんとか、これとこれ入れたら混ざりませんとか、あとは将来こういうことしたくなった時にこれ影響しませんか、みたいなところは聞くべきかなと思います。最後はもうまさに実績ですよね。過去にこういう似てる案件ありましたかとか、3ヶ月でやってるの案件ありましたかみたいなところをしっかりと聞くと、具体化していくかなというふうに思います。これはもう絶対皆さんも覚えて帰った方がいいですね。これが早く安く導入できるパートナーかを見抜く質問ってことですね。柳生さん、この質問の5つの中で、これ意外だったわ、これできてなかったわっていうのはあります？観点として抜けそうだなと思ったら4番。多分一定セールスフォース理解してる人じゃないと多分発言として出てこないと思うんですけどね。で、さらにそこから機能は重複しているとか、いざアップエクセルに何個か導入した時にそれぞれかにばっちゃうとかエラーを起こしちゃうみたいなケースとまで考えることって多分ユーザー企業なかなか考えが及ばないんじゃないかなって思うんですよ。僕も言われてみればそうだなって思ったんで、逆に言うとこれをパートナー側がちゃんと言わないと、もしくはその双方のコミュニケーションの中でどっちかが意識しておかないと、この早く安くはちょっと実は諸刃な感じもしますよね。この4番のところで言うと、重複する機能っていうのは、いろんなパートナーさんいる中で、比較検討が一エンドユーザー側からすると、最適な答えかどうかわからないんですけど、どういった観点で見抜けばいいんですかね。これあえてパートナーを見抜くための質問なんで、できますよとか、重複しませんかしませんよって言われたら、そうなんだって思っちゃうじゃないですか。どんな回答が来たら、このパートナーさん、いいパートナーさんなんだって思いますか？難しいですね。私が思うのは、リスクをちゃんと話してくれるパートナーさんって
いうのはすごくいいパートナーさんだなって思っていいのかなっていうふうに思います。重複するかもしれませんとか、これはしないけどこの部分はちゃんと調査して導入した方がいいよみたいなことをリスクの部分を最初に言ってくれる企業さんっていうのは信頼できるかなって思いましたね。例えば将来的には会計までやりたいです、請求までやりたいですってなったら、フリーとマネーフォワードがあるわけじゃないですか、他にもあるけど、となった時にフリーがいいですって言ったらそうなんだと思っちゃうと思うんですけど、フライクだったらどういう風な説明をしてるんですか？どっちもいい会計ツールですと、ただ経理の方によって使い勝手で変わってきますよねと。フリーだったらあんまり借り方貸し方気にしなくて良いので、勘定科目入れたら勝手に仕分けてくれるツールだけど、マネホはもうちゃんと入れていかないといけないっていうのがあるので、簡単に知らない人が会計をしたいのか、結構がっつりもう経理畑の人が使いたいのかみたいなところで変わるとか、それこそランニング費用も全然違うので、同じことができるかもしれないけどフリーだったらこうだしマネホだったらこうだよっていうのはフライクは伝えてるかなってなるほど。帳票系のツールとかどうですか？たくさんあるじゃないですか。オプロさんの帳票 DX とか、テラスカイさんの SVF かな、SVF クラウドか、とかあると思うんですけど、シンボリさんだったらその画面を自分たちで作りたいですってなると何のツールがいいですって答えますか？帳票ですよね。まず帳票が何枚セールスソースで出したいのかっていうところで変わってくるかなと思っていて、1、2枚だったら多分もうカスタマイズして作った方がいいんですよね。ただそのレイアウトが定期的に変わりますとか、新しい帳票がどんどん業務がフレになって増えてきますであれば、そういったアップエクスチェンジを入れた方がいいっていうお話をするかなと思いますね。答えなってそうですか？今一つ分かった答えとしては、双方が本当多分ここに詳しくないといけないと思うんですよ。詳しいとは一つのことに深さを出すんじゃなくて、浅くてもいいので、例えば Salesforce と連携できるカオスマップをちゃんとなんとなくイメージしておくとか、アップエクスチェンジの中のいろんなアプリをイメージしておくとか知っておく。じゃないと多分この質問のまたその質問を起点としたディスカッションにつながらないと思うんですよね。結果どうしてもやっぱ時間もお金もかかるっていうことは前提だと思うし、その中で相対的に安いか早いかっていうのを見抜くためには、やっぱりいろんな可能性といろんな候補をしっかり頭の中に持っておいて話し始めるっていうのがなんかこのパターン1の答えなのかなって思いますね。じゃあ続いて2パターン目なんですけど、導入や開発は専門家に任せ、保守運用は自社で実施したいっていう風なエンドユーザーの希望がありました。将来的には内製化したいな、みたいなリクエストですよね。そういった企業さんはパートナー選びをどうやってやったらいいんですかみたいなところの質問です。導入は任せるけど保守運用は自分たちでしたいっていうことは、そのやっぱり開発してきた工程をちゃんと残しておかないと、ブラックボックス化しちゃうと思うので、やはりそのドキュメントとか、その設計の内容とか当初の思いみたいなところを全部ログとして残してくれる企業さんっていうのはすごく合うんじゃないかなっていうふうに思います。あとは自社で運用したいのレベル感ですよね。エンジニアがちゃんといますなのか、いませんなのか、いないのであればやっぱりノーコード、ローコードを中心に作っておかないと運用なんかできないので、そういったところをちゃんと聞いてくれて、その思想に合わせて設計をしている企業さんっていうのは必要かなっていうふうに思います。具体的にどんな質問をした方がいいと思いますかっていうのが柳生さんに質問なんですけど、多いと思うんですよね。自社で導入の時はパートナーに任せて、それ以降はおんぶに抱っこではなく自社の中にアドミンがいてとか管理者がいてみたいな企業さん多いと思うんですけど、パートナーさんを見抜くための質問ってどんなのがあると思いますか？実際このケースって僕も経験があるんですよね。で、さっき言ったある意味内製化っていうのって本当シンボリさんが言うようにレベル感によって様々だと思うんですけど、まず一つは事例を聞いてみたいですよね。多分こういった形で導入とか構築を始めてどれぐらいの期間でどういう状態になったのか、で次そこからグラデーションがあって多分内製化できますよっていう状況にどういうふうに最終至ったのかとかって、なんかこの正直な時間軸を、営業ってみんなペテン師なんで綺麗なこと言っちゃうんでもうちょっと生々しい話を教えてくださいと、もしくは今もうこの時代なんで SNS とかでいろいろ情報収集してなんなら DM 送ってちょっと話聞かせてくださいみたいな感じで言ってもいいかもしれないですね。いわゆる企業に属しているアドミンの方みたいな人じゃないとちょっと分かんなくないですかね。いや僕もこの質問めっちゃ気になります。聞いてみたい。じゃあ具体どんな質問をしてどんな回答が来ればいいですか？まず一つ目ですね。初期構築の進め方とその理由を教えてください。アジャイルでやるのかウォーターフォールでやるのかとか、組み合わせてハイブリッドでやるのかみたいなと
ころっていうのはまず聞いていただきたいなっていうふうに思ってます。これは答えとしてはどういう答えがベストなんですか？これどっちでもいいかな。別にアジャイルでもウォーターフォールでもいいかなっていうふうには思うんですけど、やっぱりその工程で何をやっていくのかっていうところはちゃんとアウトプットしてくれる企業さんがいいなと思っていて、アジャイルだったらこういうものを残していきますとか、ウォーターフォールでもそうですよね。こういう手順でこれをちゃんとドキュメントに残したからやっていきますみたいな、本当にそのやってる工程をちゃんとアウトプットしてくれるかっていうところのポイントが返ってくればいいかなと思います。じゃあプロセスの可視化っていうのが裏目的というか、そうですね、回答としては欲しいということですよね。そうですね。2つ目が、1番と絡むんですけど、そのプロセスを可視化した上でどういうものを納品してくれるのかっていうところですよね。プロセスだけではなくて、それで出た成果物って形で何のドキュメントをしっかり納品してくれるのかっていうのを明確に答えてくれる企業さんはすごく安心できるんじゃないかなっていうふうに思います。で、3つ目は初期構築の後、自社で運用を開始するためにどのようなサポート体制がありますかっていうところですね。これ、前半の飛んじゃったとか、バックログに2名しか入れてくれなかったとかっていうところに結構近いですけど、フラッシュバックきますね。伏線回収してきたの。やっぱりベンダーって納品したら安心しちゃうというか、自分たちの仕事終わりだぞってなっちゃうので、その後のアフターフォローみたいなところをしっかりとやってくれるかっていうところのポイントは聞いてほしいなっていうふうに思います。4番ですね。これも管理者側ですけど、自走するためにはやはりセールスソースの知識、もちろんある方がいらっしゃればいいですけど、今からキャッチアップしていくっていう観点であれば勉強しないといけないので、そこの支援とかもしてくれるんですかっていうのを聞いてみるといいかなっていうふうに思います。これはもう明確でしてくれない企業さんも正直いるので、そういったサービスがあるのかっていうポイントを聞いておくっていうのは大事かなっていうふうに思います。と最後5番、とは言ってもちょっと開発が入っちゃったりとか、ちょっと難しい内容が入っちゃうと、内製化は8割ぐらいしつつも2割ぐらいはお願いしたいよねっていうシーン出てくると思うので、そこで逃げないかっていうポイントですよね。その時にちゃんと相談乗ってくれますっていうのを聞いておくべきかなっていうふうに思います。どうでした八木さん。1番と2番、これめちゃくちゃ重要ですね。これ多分開発プロセスの可視化とか、その後のドキュメントとかっていうのが、多分それがそのまま5番につながってくる話だと思っていて、そこもなんかセットでできますよっていうか、やりますよっていう責任感があるかないかで、だいぶちょっとこのパートナー選定で大きな分かれ道になるかなって思いますね。結局、じゃあ5番の自社で何か設定変更を行う時の相談窓口で、場合によっちゃ2割ぐらいちょっとご外注というか、もう一回委託しますみたいな話の時に、過去のドキュメント残ってませんだと、その時点で終わっちゃいますよね。結局うまくいかないですよね。そこすごく重要だなって思いましたね。この内製化のところで僕一つ、意義じゃないけど、異なる論の方で、意義なんだけど、本当に内製化する気があるかみたいなところはちゃんと考えてほしいなと思ってて、内製化するんだったらそれなりの時間とお金と人への投資って必要だなと思ってて、なんとなく外注費が高いから内製化しようっていう企業さんはやめた方がいいと思ってて、で僕の前職のフリーでも業務ハックチームっていうのがあって、僕がいた200名ぐらいの組織の時でも5、6名いたんですよね。となると内製化できるけど、20名ぐらいの企業とか100名ぐらいの企業で1人2人だけが兼任でやりますみたいなのは、内製化をしますって軽々しく発言しちゃダメなんじゃないかなって思ってるんですけど、お二人どう思いますか？完全同意ですね。完全同意。完全同意。私が前にいた会社とかでも社員数500名とか600名ぐらいいて、で大きく事業部が2つに分かれて、それぞれセールスソースの環境が違いますみたいな感じだったんですけど、それでも多分セールスソースエンジニアが5人とか10人ぐらいいたんですよ、それぞれの部署に。でそれぐらい多分人をちゃんとアサインして人件費かけて労力もかけてプロジェクト化してやっとうまく回るかなって思います。内製化っていうと聞こえはいいですけど、正直うまくいかないケース多いかなって思いますね。どうです？私も意見は同じなんですけど、内製化するならするで、してくださいと。で、その後に自分たちでどうにもできなくなったっていうところで、また戻す時ってあると思うんですけど、その時にベンダー側はめちゃめちゃ困るんですね。内製化して1、2年好き勝手もうドキュメントも残さずにやってきて、ここの機能追加で構築してくださいって言われても、自分たちが構築した当時しっかり設計書作って納品してるけども、そこからもう変わっちゃってるので、もし内製化するんだったらシステムだけの内製化ではなくて、そこのドキュメントを残すみたいなところもちゃんとやっていかないと、ベンダーさんはベンダーさんで振られたら困っちゃうので、そこまでちゃんとやってほしい
ほしいなっていうふうに思います。ドキュメンテーションの高い事業会社ってこれまで実はあったことないんですよね。うん、そうですね。だってシステムの作り方のドキュメンテーションって習わなくないですか、国語、数学、社会、理科、英語みたいな感じで、システムの設計書のノウハウなんて、僕大学でも学ばなかったし、ありました大学。いや、ドキュメントはなかったです。だよね。となると、多分会社に入って、そういう風なシステムを提案する側にならないと、ドキュメンテーション習わないので、すべて同じクオリティで書くのは難しいものの、書こうとする意思はないと、まずダメですよね。そうですね。やったら残しておかないとダメですよね。内製化する人もこの2番めちゃ重要だよねっていうのが、結局多分今の答えだと思うんですけど、それを一貫してやり続けるっていう意思決定がそもそも必要で、それに人とお金と時間を投資するっていう、これかなり結構経営的な判断になるのかなって思いますね。内製化って、言うは優しいですけど、完全に多分やるのは難しい。じゃあ最後、パターン3で、全社の情報基盤、業務改善実施のためのシステム導入をしたいっていう企業さんは、どういうふうなパートナーの選び方をしたらいいんですかっていう質問です。これは求めてることが IT ベンダーに求めてることではないので、業務改善とか01を作るようなところ、今ない売り上げを作るようなシステムを作りたいっていう話になってくると思うので、ベンダー SIR っていうよりかはそういったコンサルティング的な要素であったりとか、それこそもう長期的なプロセスになってくると思うので、そこにちゃんと付き合ってくれる覚悟がある企業かっていうところは結構大事かなっていうふうに思います。質問5つ教えてもらっていいですか？はい。1つ目、業務設計とかいろんな要件定義をしていくと思うので、要件定義フェーズではどのような手順で現状の業務プロセスとか課題を整理してくれますかっていう質問ですね。これきついですよね。そういったことやってない一セールスソースベンダーがこれ聞かれたら、もう回答できない気がします。いやー、そうですね。ドキッとする。パートナーはなんかもうみんなやってないしできないけどなんかできるって答えちゃいそうな気もしますけどね。一旦、いっぱい行きましょう。一旦聞いてみましょう。全部行きましょう。すいません。ごめんなさい。あとは全社システムなので、営業改善とかだけではないので、それぞれの役割、部門ですよね。マーケ、営業、CS、経理みたいなところの部門間データをどのようにつなぐように設計しますかみたいな質問であったりとか、それこそ、セールスフォースだけじゃできないこと出てくると思うので、MA ツールの経験ありますかとか、過去に会計ツールと連携させたことありますかみたいな実績を聞いたりとかした方がいいかなっていうふうに思います。あとは4番ですね。さっきシステム会社は納品するところがゴールみたいな話しましたけど、多分そこからが実際の本番で、そこからいろいろ PD してサイクル回しながら良くしていかないといけないと思うので、そういったサイクルどうやって回していきますかとか、ダメだった時にどう再構築の提案してくれますかみたいな観点が4つ目。あとは5つ目は長くやっていく覚悟みたいなところですよね。3年以上やる覚悟あるかとか、その人員がちゃんといるかとか、会社の人の体制ってそもそも大丈夫なのみたいなところっていうのを確認しておくべきかなっていうふうに思います。どうですか？これはですね、難しいと思うので、まず一つはパートナーさんの多分それぞれ事例ページにいろんな事例が載ってると思うんですけど、読み込んでみた時にこの項目があるかどうかっていう判断でもいいと思いますね。だって変な話、どの事例もセールスフォース入れました、商談数増えました、売上アップしました、イエーイみたいな事例が多いと思うんですけど、多分このプロセスめちゃくちゃ重要だと思いますし、多分その中で言うと、じゃあこの2番の部署間でのデータ連携とか、あとは3番の API でもつなぐ、SaaS つなぐとか iPaaS 使うとかっていう、ここに対するアプローチがそもそも事例として載ってるかどうか、結構重要なんじゃないかなとも思いましたね。事例見れば分かりそうですね。事例が本当に営業プロセスの改善みたいなところだったら、バックオフィスやったことないなとか分かりそうですよね。そうですね。なんかちょっと今ドキッとしましたけど、うち事例ページちゃんと更新せんとね。全然最近のアップデートしないんですよ。2025年のやつをアップデートしないと。これ質問しなきゃいけないって、改めて思ったんですけど、とっさの判断というか、じゃあシンボルさんと僕が打ち合わせしますとか言った時にポーンと出てこないです。これはユーザー側としてこの質問の5つがポンと出てこない。出てこない。なるほどなるほど。準備してたりとかしてたら別かもしれないですけど、いろんな多分チェック項目たくさんあると思うんですけど、めっちゃ重要じゃないですか。だから重要だけど忘れちゃいそうなと
というか、質問する側もすごい重要だと思うんで、ここはまず一旦事例とかでちゃんと読み解く必要もあるかなって思いましたね。問い合わせをする時の大切な項目だけど聞きそびれちゃうリストみたいな。いや、まあ2番3番すごく重要だなとも思いますし、本当にどこまでアプローチするかっていうのは多分口で言うのはめっちゃ簡単だと思いますけど、ちょっとここは別の観点から読み解くのも必要かなって思いましたね。我々サイドから聞かれた時も結構ドキッとする質問じゃないですか。なのでこれを逆になんか完璧に答えれる企業さんってすごいなって逆に思いました。まあこれを今ベンダーさんが見てて手元で今後の商談の材料だっつってこうやっちゃったらちょっと終わっちゃいますけど、本当に素でこれ話せる営業の方、会社の方っていうのは結構素敵だなって思いましたね。でもさっきのその飛んじゃった話とか本当にあった怖い話のやつと照らし合わせると、多分ですけど今のってこれ企業としてもそうだし担当としてもそうだし、プロジェクトチームとしてもさっきのことがちゃんと経験としてあるかとか今後も担保できるかっていう観点もすごく必要だし、プラス提案書とか契約書とかにも回避できる文言がちゃんと入ってないとパートナーさんとのやり取りって多分ユーザー企業はすごく危ない選択になってしまいますよね。今日はもう本当この内容通りネームバリューに騙されてしまった有名パートナーだけからいいなって思うのはもうやめましょうと。やめましょう。なのでこの本当に合ったセールスソース導入時刻をなくすためにも自分たちが求めていることを明確化し、どのパターンだっけっていうのをしっかり社内でコンセンサスを取ってほしいんですね。まず現場は早く導入したいって思ってるかもしれないけど、経営陣は全社導入をして経営プラットフォーム作りたいって思ってるところとか、でもマネージャーは意外と内製化したい、でも現場は全部外注したいみたいな思い、多分たくさん登場人物によって変わると思うので、まず自分たちが求めてることをしっかり固めましょうと、固めた後にしっかりそれ通りの質問を持ってパートナーさんをしっかり選んで自国にならないようにしましょうっていうのがまあ今日の着地点ですね。そうですね。でも今出た質問ちょっとなかなかパッと頭に思い浮かばないんじゃないですかね。なのでこのホワイトペーパーダウンロードしていただいて、無料で、しかもホワイトペーパーには今日話していない、より詳細な回答とか、多分今日シンボリが考えながら話をしてくれたのとは違うところも入っていると思うので、ぜひホワイトペーパーをダウンロードしていただいて、それは読みたい。手元にある状態で聞いてなるほどなるほど。いやいいですね。でもそれぐらい重要です。だって被害額って言って、本当に被害額って言ったら数百万でしょ。本当に。でまあ IT 投資額ってそのまあ営業利益の例えば仮にじゃあ 2%、3% ですとか 1% ですとかって計算すると、数百万を捻出するために数億円の利益があって、数億円の利益出すためにはちょっと怖いんでやめます。なのでもうせっかく頑張って従業員が売り上げた利益をね、無駄にしないようにするためにも質問をしっかり見てもらって活かしていただけたらなと思います。では今日の動画はここまでです。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。この動画いいねと思った方、いいねボタンと、チャンネル登録よろしくお願いします。もうそろそろ2万人にすごいなるので、1万8000人かな今、この動画アップロードしてる時はもしかすると2万になってるかもしれないんですけど、ありがとうございます。またチャンネル登録もよろしくお願いします。では次の動画アップまでお楽しみに。バイバーイ。